こんにちは。北朝鮮を読む、始めさせていただきます。編集局長の源です。2013年12月、全世界は北朝鮮のナンバー2、チャンソンテクが銃殺されたと思っていました。しかし、情報当局が把握した真実は違いました。弾丸すら持っていないと、金正恩が選んだ方式は家計でした。そう、焼き殺したのです。まるで汚いウイルスを消毒するかのように。21世紀に起こったこの信じられない火あぶり。今日、その恐ろしい炎の中に入ってみましょう。2013年12月、北朝鮮のナンバー2だったジャンソンテクが粛清されました。同時、世界のメディアは銃殺系と報告しましたが、真実はもっと衝撃的でした。金正恩は前例のない方法で彼を処刑したのです。さらに、チャンソンテクが処刑される直前、彼の側近2人も高射砲で無残な最高を迎えました。現場にいた高位幹部たちが恐怖で頭を上げることができず、立ったまま失禁する者もいたといいます。チャンソンテクを理解するには、まず彼がどんな地位にいたかを知る必要があります。チャンソンテクは金正日の妹、金正日の夫でした。つまり金正恩には義理の叔父でした。北朝鮮権力の最中枢にいた人物だったのです。2008年8月、金正日が脳梗塞で倒れました。左腕が使えなくなり、金正日は自分の時間がそう長くないと判断しました。当時、金正恩はあまりにも若すぎました。こんな若い後継者を支えられるのは金正日とチャンソンテクしかいませんでした。金正日はチャンソンテクに力を与え始めました。金正恩の後継者教育を手伝わさせるためです。2007年からチャンソンテクは何かを準備し始めました。もともと強制業務は党中央委員会組織指導部内の一部門に過ぎませんでした。チャンソンテクは組織指導部の一部長としてこの部門を担当していました。ところが2007年、強制部が新たな独立部署として党中央委員会に一致しました。そしてチャンソンテクは一部長から部長に昇進しました。ここから状況が尋常ではなくなり始めました。新設された強制部に司法、検察、社会安全部が全て移管されました。社会安全部は過去に警察の役割をしていたところです。法と治安を担当する全ての権力が強制部に集中したのです。2009年からは各道、市、軍の党委員会ごとに強制部という部署が新設されました。全国的な組織網が完成したのです。2010年6月、チャンソンテクはさらに驚くべき職責を受けました。軍務経歴が全くないにもかかわらず、国防委員会副委員長になりました。大将の称号まで受けました。党中央軍事委員会委員と党中央委員会政治局広報委員まで兼任しました。チャンソンテクは北朝鮮のナンバー2になりました。しかし、チャンソンテクの野心はここで止まりませんでした。チャンソンテクは強制部を通じて人事権を掌握し始めました。組織指導部が幹部人事業務をするときも強制部の承認を受けなければなりませんでした。強制部の合意を得られなければ人事を無効処理できました。強制部の権力が組織指導部を上回るほど肥大化しました。そしてチャンソンテクは決定的な手を打ちました。人民軍総政治局傘下の54部を廃止し、強制部に編入させました。54部は
外貨稼ぎ事業をするところで、その収入は約2億ドルに達していました。2012年にはロードと38号室まで解散させました。金正恩に流れ込み資金源が枯渇してしまいました。代わりに장성택に入る資金源は潤沢になりました。2012年、金正恩は国家運営についてよくわからない時期でした。장성택はこの隙を狙って金正恩の資金源を掌握してしまったのです。国家保衛部のセノ部署が 100% 장성택に忠誠する状況が生まれました。장성택が小王国を形成した状態でした。2013年6月、金正恩が空軍55連隊を現地視察しました。飛行訓練を見た後、食堂に立ち寄りました。金正恩は飛行士たちに尋ねました。おい、魚はちゃんと食えてるのか？飛行士たちは正直に答えました。いいえ、実は全然届いてないんです。金正恩は同行していたチェリョンイに直接命令しました。すぐに部隊の近くにある水産事業所を軍に配属させろ。魚を確実に供給できるようにしてやれ。しかし問題がありました。この水産事業所は総政治局54部所属でした。そして54部はすでに党中央行政部に移管された状態でした。つまり장성택の管轄だったのです。人民軍隊から党中央行政部に公文が発送されました。この文章が장성택の側近であるイ・ヨンハと장수길の手に渡りました。リ・ヨンハと장수길は一人で処理できず장성택に報告しました。ところが장성택は様々な事業で忙しいという理由でこの命令を承認しませんでした。1ヶ月が過ぎました。2ヶ月が過ぎました。3ヶ月が過ぎました。北朝鮮で最高指導者の命令は即座に執行されなければなりません。3ヶ月間命令が執行されないというのは想像できないことでした。総政治局から兵士数人と一緒に該当する水産事業所に行きました。引き継ぎリストでも確認しようとしました。現場でいい争いになり、激しい乱闘が起こりました。この過程で兵士たちが振り回した鈍器によって2人がその場で無残な最後を迎えました。チェリョンヘが総政治局長だったので、この事件を金正恩に報告しました。金正恩は再度尋ねました。なんだと？本当に2人が殴り殺されたっていうのか？事実確認を受けた金正恩は怒りをあらわにしました。下の連中が勝手に暴れ回ってるんじゃねえか。徹底的に調べ上げろ。この調査が結局장성택粛清にまでつながる発端になったのです。2013年11月、リ・ヨンハと장수길が先に処刑されました。강건総合学校にすべての高位幹部が招集されました。장성택も参加しました。2人はまともに抵抗することもできない状態で引きずり出されました。意識を朦朧とさせるために薬物を使ったとみられます。そして対空武器である放射砲が彼らに向けて発砲されました。人に向けて撃つ武器ではありませんでした。2人は形もわからないほど無残に消えました。現場は目を開けて見ることができませんでした。一部の幹部は極度の恐怖感にとらわれ、体を支えることができなかった
と言います。チャン・ソンテクはこの合計を見て自分の運命を予感したでしょう。12月12日、チャン・ソンテクの番が来ました。チャン・ソンテクを処刑するには、金正恩の承認なしには絶対できませんでした。すべての調査が終わった後、最後の報告が金正恩に上がり、金正恩はこの内容をおばあの金正日に伝えました。しかし、金正日とチャン・ソンテクの間には娘がいましたが、この娘が死んだ後から関係が悪化し、チャン・ソンテクの激しい調整関係に嫌気がさした金正日も、チャン・ソンテクの擁護者になってくれませんでした。金正恩はチャン・ソンテクについて次のように言ったと言います。将軍様が生きておられた時、あいつは甘やかしすぎたんだ。今じゃ俺の頭の上まで登ろうとしていやがる。金正恩はもともと3年の門が明けてからチャン・ソンテクを勝利するつもりでした。しかし、チャン・ソンテクの行動が度を超えたと判断し、時期を繰り上げました。そして金正恩は義理の叔父に向かって信じられない最悪の毒舌を吐きました。あんな裏切り者に弾丸を使うのももってねえ。こんなやつこの土地に埋める価値すらねえ。彼は即座に射撃重視命令を下し、代わりに火炎放射器を持ってこさせました。銃殺経緯すら贅沢という理由で、21世紀に中世時代にありそうな家計を執行したのです。それは単純な処刑ではありませんでした。チャン・ソンテクという存在を、はい一握りも残さずこの世から完全に焼却してしまうという強烈な女王の表現でした。では、チャン・ソンテクは正確に何を狙っていたのでしょうか。まさに金正恩の秘密資金です。金正恩の秘密資金は2つに分かれます。1つ目は公的秘密資金です。労働党39号室で管理する金で党資金と呼びます。2つ目は私的秘密資金です。国務委員会36局で管理する金で革命資金と呼びます。この2つの組織が管理する金で、金正恩の防弾車、高級ベンツ、高級ヨット、高級時計などが購入されます。ツバメの巣、鹿のヒレ、高級牛肉などの食材もこの金で密輸入されます。36局が一度動くたびに数百億円が動きます。それ以上かもしれません。そして北朝鮮には絶対的なルールがあります。このシステムに触る人は死にます。チャン・ソンテクはまさにこの資金源に手をつけたのです。54部と38号室を解散させて行政部に編入させ、金正恩に行くべき金を自分が横取りしたのです。金正恩の立場から見れば、叔父が自分の銀行を盗んでいたのと同じでした。2013年12月12日、チャン・ソンテクは家系で処刑されました。金正恩は彼が弾丸も持っていなく、この地に埋められる資格もないと言いました。今は21世紀です。人間が火星探査を準備する時代です。それなのに、北朝鮮では人を火炎放射器で処却することが起こりました。これが北朝鮮の現実です。権力を維持するためなら、叔父も兄も部下も容赦なく殺す国です。チャン・ソンテク事件は北朝鮮権力の本質をありのまま示しています。そこには人間性も道徳も法もありません。ただ、最高指導者の意思だけが存在するのみです。一度金正恩を王にしたキングメーカー、チャン・ソンテク。
その巨大だった権力も結局一握りの灰となって消えました。絶対権力は絶対腐敗し、永遠の難罰は存在しません。歴史は繰り返されます。장성택が消えたその場所に今は誰が立っているのでしょうか。妹の金与正、それとも娘の金樹恵、果たして彼らの終わりは違うんでしょうか。평양の悲劇はまだ終わっていません。今日のお話はここまでです。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると次の動画制作の大きな励みになります。ありがとうございました。